こんにちは。こんにちは。今回は私たちが日本一周で車中泊をして暮らしているこの車を紹介していきます。はい。はい。行きましょう。行きましょう。はい。じゃあまずは外観から見ていきます。色は DIY で緑とベージュのツートンで、自分たちでね、ローラーとハケで塗ったんだよね。全体はこんな感じです。割と自然にも馴染むし気に入ってます。後ろはまずこんな感じです。寝るときはここで寝なきゃいけないので、ベッドマットを作ってベッドにしてあります。一応全部こんな感じでそれぞれいろんなものが収納してあります。セットした収納ね。はい。ここ後ろから見えると物が丸見えなので、よいしょ、こんな感じに扉にしてます。反対側も磁石つけて、はい、じゃあベッド下の収納を見ていきましょうか。手前から助手席側が主によく着る服かな。よく着る服をこの取り出しやすい後ろの収納に入っています。はい。で今度こっち側は消耗品のストックが入ってます。あとはここにポータブル電源、充電の話なんですけど、走行充電じゃなくて、ソーラーパネルで太陽光発電しながら、生活してます。コードつなげて、でこれがそのままルーフボックスの上につけてるんだよね。ここ伝って上伝ってちょっと見えにくいけど、ルーフボックスの上にソーラーパネルがついてます。今のところ電気で困ったことはないかな。ないね。なんか雨の日が数日続いても、基本 iPhone とかパソコンとかこまごましたものの充電だからね、全然間に合ってる。じゃあ次横行きます。こっちの方は前は大きいもんだね。テント、インナーテント、タープが積んであります。あと私たちは冷蔵庫を積んでないので、その代わりにここに結構保冷力が高いクーラーバッグ、栄養クーラーっていうやつなんですけど、それを置いてます。でもやっぱ冷蔵庫よりは劣るからね、どうしても。だから夏は氷を買ったりちゃんと入れて保冷してます。でも意外となんとか持ってるよね。極力あんまり生ものとか買わないようにしてる。あとここの2つはあえてでかく作ったんですけど、こっち側は食器とか調理器具とかを主に置いてます。ご飯作る時とかご飯食べる時はここを開ければ、解決できます。ここで解決する。でさっきそっち側に主によく着る服入れてるって言ったんですけど、こっち側にも秋ぐらいまでかな。そうだね。の服をこっちに入れてます。あとはちょっと私のよく使うものとかを入れてます。テントの反対側は靴が入ってたり、洗濯物をここに入れといたりしてます。でコインランドリー行く時にここから一気に出すって感じ。ベッド下の収納以外に天井
にも棚板をつけてて、でタオルとか、あと靴下とかよく使うもの、で小さめのものを収納してます。で後ろのこの幅広めの棚板には毎日使う敷きパッド、あとブランケット類を収納してます。走行中でも取れないように頑丈にはつけてあります。あと天井の板に直接金具を使ってカーテンレールの代わりにこの木の丸棒を全部渡してます。それに100均で買ったカーテンのリングをつけて、カーテン生地を切って作ったカーテンを下げてます。邪魔にならないようにカーテンはそれぞれ四隅に止まるようにしてます。これもセリアで買ったカーテンタッセルを使ってて、これが磁石で簡単に取り外しができてね、便利だよね。しかも可愛いんだよね、これが木で。お気に入りです。カーテンは一応一級遮光カーテン、この生地を買ったから結構光を遮れる。カーテン閉めるとこんな感じ。後ろの壁側で、こっち側は窓枠風、スタイルホームで作った断熱材をつけっぱなんですけど、木で窓枠みたいに作って、ちょっとおしゃれというか可愛く、なんかね、カフェというかちょっとね可愛い雰囲気を出したくて、ただこれ作るの大変だったのでこっちだけです。でこれ固定は完全にはしてなくて、磁石のフックで引っ掛けてつけてるだけなので外すこともできます。簡単に外せます。ここには折りたたみ式のテーブルをつけてて、そうだね、ちょっとした小物をね置くときに便利。普段いろいろ置いてるけど、今んとこ特に歪んだりとか傾いたりとかもなく、でこれをつけるためにこの後ろだけ内張りは木材にしたしね、後半でこんな感じで簡単に固める。ここには鏡をここで化粧したりしてます。で反対側が窓枠つけてなくて、スタイロフォームで作った断熱パネルだけで、これもつけっぱなしにしてて、でここにこんな感じでネオジムのフックをつけて、あと洗濯バサミで帽子を吊るして収納してます。でその下には大事な充電スポット、ポータブル電源から延長コードでつながってる電源プラグがここに下がってて、で裏はフックをつけてここにつけたり外したり置いて使ったりもできます。これもね木目調にしたから可愛い。あんまり生活感出さないように囲ってて、上には、こんな感じで普段使わない時はここにコード類を置いたりしてます。スライドドアのところだけは網戸を作ってつけてます。両サイド取り外し式の予定で、マグネットで100均のマグネットシートでつけてます。調理中の換気と、寝る時の換気、あんまり虫入ってこないから作ってよかったんじゃないかな、よっぽどちっちゃいやつじゃなきゃ入ってこないから、作ってよかった。で今度は実際に車中泊する時はこの席を前に倒してちょっとベッドを広くしてます。
れをこの空いたスペースにこんな感じで入れます。そうするとこんな感じでね、広い。身長何センチだっけ？171センチです。それでも十分寝れるから広い。十分寝れる。全然余裕で寝れます。余裕です。車内で使うテーブルがどこにあるかというと、この下に入ってます。じゃん。これも私たちで作りました。で、このテーブルが収納してあるところは足が下ろせるようにしてあるので、こんな感じでテーブルを開きます。ネジ式の足をつけます。これを普段は2人で片方ずつやってます。こんな感じです。掘りごたつみたいな、掘りごたつ式のテーブルって感じ。足はこの車の床についてるわけじゃなくて、ベッドの土台の途中にテーブル用の足場をつけて、そこに乗っけてます。反対も同じような感じに。あとこのテーブルは4パターン使い方があって、2つ目がこの後ろにもつけれます。折りたたみテーブル開いて、こんな感じで後ろ側でも簡易的にテーブルができます。折りたたみテーブルの上とコード類を普段置いている溝に置けるようにしました。あんまり重いものは乗せられないけど、お茶したりとかはできます。ね。続いて3パターン目、テーブルのもともとついてるアジャスターをまず取ります。で、別で売ってる連結金具をつけて、連結の穴とここをデイキャンプとか、あ、そうだね。役に立つんじゃないかな。はい。こんな感じです。4つ目がこちら。4つ目と1つ目は何が違うかっていうと、直置き。まあ直置きだね。キャンプ式、キャンプの時のテーブルが4つ目。椅子もね、すごい椅子でちょうどいいからね、高さ。こんな感じ。で、まあ耐久性を上げるためにここに棒を1本使っています。本当はあります。はい。私たちはキャンプしながら、日本回るということでキャンプ道具も積んでるんですけど、さすがに車内には積めないので、キャンプ道具はルーフボックス。結構広いよね。結構入る。普段開けるときはここに乗ってこんな感じでキャンプ道具がいっぱい乗ってます。そしたらこたつを出してこんな感じで楽々荷物が取り出せます。はい、というわけで日本一周している私たちの車の中の紹介でした。いやでも慣れたね。だいぶ慣れた。だいぶもう慣れました。暑さは夏大変だけど、まあ寝る分には快適。これからもこの車で暮らしていきます。はい。以前 DIY 中の動画も
YouTube に投稿しているので、気になる方はそちらもチェックしてみてください。この動画がいいねと思ったら高評価とグッドボタンをよろしくお願いします。チャンネル登録はこちら。どこだろうはい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。